動画をご覧の皆様、こんにちは、ケンジです。こんにちは、みさきです。さあ、みさきさん、今回のテーマなんですけど、卓球をやってる人なら一度は耳にしたことがある。あるいは実際の試合や練習で当たって、なんだこのラバーは、ドライブを打っても打っても猛烈なカットになって返ってくるぞって頭を抱えたことがあるかもしれない、あの衝撃的な用具についてです。ケンジさん、開幕から熱が入ってますね。今回取り上げるのはまさに現代卓球界の闇というか、知られているようで実は激しく誤解され、現場を大混乱させているアンチ粒高と小粒高の徹底比較解説です。そうなんですよ。よくオープン大会会場の控室や卓球場のベンチ、SNS や動画のコメント欄とかで、相手がアンチ粒高使っててさ、どんなにドライブを回転させても全部猛烈な下回転で返ってきて参ったよなんて会話を日常茶飯事のように聞きますよね。聞きますね。でも実はそのアンチ粒高という一言の中に、物理的にもルール上も全く異なる2つのラバーがごちゃ混ぜに混同されているんです。一つはかつてメーカーが正規の工場ラインで製造販売していた合法的な歴史的用具。そしてもう一つは現代において市販のラバーに不正な化学物理加工を施して作られている違法改造品なんです。ってメーカーが作っていた本物の正規ラバーと違法な改造ラバーが同じアンチ粒高っていう言葉で一括りにされちゃってるんですか？それって相当やばい状況じゃないですか。そうなんです。この混同がルールに関する深刻な勘違いや大会現場での不当なトラブル、さらには競技倫理の低下というモラルハザードまで引き起こしているんですよ。これは絶対に見過ごせないテーマですね。今回はその2つのラバーの決定的な違い、物理的なスリップや座屈の仕組み、歴史的な背景、そしてなぜ混同されてしまうのかという深層構造まで、視聴者様に徹底的に分かりやすくテンポよく解説していきましょう。まずは今回詳しくお話ししていく全体の要点をギュッと凝縮してエグゼクティブサマリーとして視聴者様にお届けしますね。まずは全体像の全貌ですね。お願いします。はい。今回の解説で提示する主要な発見は大きく分けて次の6つのポイントになります。製造主体と製造プロセスの根本的違い。かつてのアンチ粒高は正規メーカーが工場で低摩擦加工を施した公認品。一方の小粒高は市販の粒高にユーザーや業者が化学薬品や熱処理で誤加工をした違法品です。2008年7月1日の歴史的境界線。メーカー製のアンチ粒高は ITTF 国際卓球連盟が導入した 25mN ルールという最小摩擦係数規制により、2008年7月1日にもって公認が取り消され、現在では生産使用が完全に禁止されています。小粒高の科学的改造と不当な流通。現在流通している小粒高、中国語で小カツチャンジャオは、瞬間接着剤や UV 樹脂、ヒートガンなどで粒をカチカチに硬化させたもので、海外市場などでは性能偽装されて販売されています。規則上の絶対的違法性。小粒高は見た目の寸法や ITTF 刻印で公認品を偽装していますが、ITTF-JTTF の無許可の物理的・科学的処理による性能改変禁止規定に直接抵触する完全なルール違反です。現場での検証難とブースター問題との類似性。草の根大会には精密な摩擦テスターがないため現場での立証が難しく、かつて水谷勇氏が告発した補助剤問題と全く同じ構造的欠陥を抱えています。予想混同によるモラルハザード。両者がアンチ粒高と混同されることで、違法な小粒高を使っている選手が自分はそういう戦術のラバーを使っているだけだと罪悪感なく自己正当化してしまうという深刻な問題が生じています。なるほど。昔の正規ラバーの歴史と今の違法改造ラバーの問題が全部アンチ粒高っている大雑把な言葉で隠されちゃってるわけですね。これは各パートの深掘りが楽しみです。それではここから本格的に各論に入っていきましょう。まず、ウィキペディアの卓球の項目などでも詳しく触れられているように、卓球という競技の歴史は選手たちの技術進化、それを支える用具の進化、そして国際卓球連盟 ITTF による規制の歴史そのものなんです。確かに卓球ってラバーの種類や技術の進化に合わせて毎年のようにルールが変わったり、ボールの材質や大きさが変わったりしてきましたよね。そうなんです。特に相手が放つ強力な前進回転、つまりドライブの回転を完全に無効化して、そのまま強烈な下回転へと切り返すスピン反転特性を持った異質ラバーは、前陣攻防の戦術的バランスを根本から揺るがす存在として、常に技術的、規則的な論争の渦中にありました。前陣で相手の威力を死守して、ドライブをかければかけるほど猛烈なカットボールになって帰ってくる。攻撃型選手からしたら本当に嫌なラバーですよね。ですね。そして現代の日本卓球界において、アマチュアの草の根大会から指導現場、SNS や動画共有プラットフォームに至るまで頻繁に使われているのが、アンチ粒高という言葉なんです。
でもその言葉の裏には全く違う2つの用具概念が未整理のまま混ざり合って存在していると。その通りです。過去にメーカーが正規に製造していた合法的な用具の歴史と、現代において不法に作られている違法加工品の存在。この2つを正しく分離して理解することが、今の卓球界には絶対に必要なんです。美咲さん、実際の卓球の現場ではアンチ粒高ってどういう意味合いで使われちゃっているんですか？現場では基本的に表面がツルツル滑って相手のドライブの回転をそのまま裏返して返す粒高ラバーは全部まとめてアンチ粒高と呼ばれちゃっているのが実情なんです。ああ、確かに。あの人のラバー、表面がツルツル滑るからアンチ粒高だよ、みたいに性能の見た目だけで言っちゃいますよね。ですよね。でもこれって例えるならメーカーが昔作っていた合法なクラシックカーと自分で違法にブレーキやエンジンを改造した改造車を両方ともスピードが出る車という一言で片付けてしまっているようなものなんです。わあ、それは全然違いますね。違法改造車と正規車を同じ扱いにするのは危険すぎますし、ルール的にも全く別物です。そうなんです。だからこそ物理的構造、ゴムポリマーの力学特性、粒の倒れ込み、ザクツメカニズム、製造プロセス、そして ITTF や JTTA 日本卓球協会の規則における法的格付けを多角的に比較していく必要があります。ではまず、2008年以前に正規メーカーが作っていたアンチ粒高ラバー、アンチ加工粒高、摩擦ゼロ粒高の構造から詳しく解説していきますね。昔メーカーが作っていた本物のアンチ粒高ですね。どういう仕組みだったんですか？沢球スポーツの2025年版卓球粒高ラバー完全ガイドなどでも詳しく解説されていますが、一般的な通常の粒高ラバーはボールが接触した際に細長い粒が折れ曲がり、ゴム表面の摩擦力で回転を受け止めて微妙な変化を作ります。ふむふむ、粒が倒れてゴムの引っかかりで変化を出すのが普通の粒高ですね。対してメーカー製のアンチ粒高は工場での製造段階において粒の頂点頭部に特殊な低摩擦化処理、つまりアンチコーティングが施されていました。これにより相手のドライブが衝突した際、ボールの表面は摩擦抵抗を受けることなく、粒の頭の上を滑走スリップするんです。滑走、ボールが粒の上を滑っちゃうんだ。はい、ボールがスリップするということは、相手がかけたドライブの回転軸と回転エネルギーが全く失われないということです。つまりドライブの上回転がそのまま保持された状態で跳ね返ります。なので相手側から見ると強烈な下回転カットボールになって戻っていくんです。これがスリップによるスピン反転の仕組みです。へえ、表面がツルツルだから回転が反転するんですね。でもそれだけだと相手の強烈なドライブの威力やスピードでボールがすっ飛んでいっちゃいませんか？ケンジさん、素晴らしい着眼点です。そここそがメーカー製アンチ粒高の最大の凄みであり、物理的な真骨頂なんです。どういうことですか？実はメーカー製のアンチ粒高は粒の頭こそツルツルでしたが、粒を構成する合成ゴム自体のコードは極めて柔らかく設計されていたんです。ゴム自体はすごく柔らかかったんだ。そうなんです。強烈なドライブがぶつかった審判、細長い粒がぐにゃりとしなって折れ曲がる現象、専門用語で座屈が起きます。この座屈運動によってボールの全身運動エネルギーが瞬間的に熱や組成変形エネルギーとして効率的に分散吸収されるんです。なるほど。回転はツルツル滑らせて猛烈な下回転に反転させつつ、威力とスピードは粒の座屈で完全に殺して台上に短く2バウンドでポトンと落とすわけですね。まさにその通りです。この回転スリップと座屈による減衰の融合こそがメーカー製アンチ粒高の唯一無二の物理挙動だったんです。相手のドライブを強烈な下回転にして、しかも短くピタッと2バウンドで止める。そんなラバーがあったら前衛でブロックする選手にとっては夢のような用具ですね。だからこそ2000年代初頭から半ばにかけて世界中で絶大な人気と大流行を博しました。代表的な製品を挙げますね。TSP、現ビクタス、バンブーカール、P1 ソフト OX。日本市場でバンブー、竹の通称で親しまれ、当てるだけで強烈なカットボールが返る代表格として一世を風靡しました。ドクターノイバウアー、ドクトルノイバウアのスーパーブロック、スーパーブロック、スカルペル、インフェルノ、ブーメラン、ルーレット、ザ・オール、モンスター。ドイツの用具研究者ドクトルノイバウア氏のブランドで、特にスーパーブロックはスピン反転力と止まりやすさで世界最高峰と称された金字塔です。ジョーラ、ファキアー、欧州市場を中心に大人気となった低摩擦粒高です。スーパーブロックやバンブーカール、ベテラン選手なら名前を聞くだけでうわーってなる伝説のラバーたちですね。
ドクターノイバウアの FAQ などの資料にも当時の記録がありますが、対戦相手からすれば、どれだけ強烈なドライブを打っても、全部強烈な下回転でネット際に短く返ってくるという理不尽な展開を強いられました。その結果、卓球本来のラリー性やゲーム性を損なうとして、競技会で巨大な論争が巻き起こったんです。確かに打てば打つほど自滅するような状態になったら、ドライブ攻撃型の選手はたまったものじゃないですよね。それでルール変更が起きたんですか？はい。ITTF はこの過度な優位性を問題視、競技の健全化のために動きました。2006年4月、ITTF 理事会は粒高ラバーの粒表面における最小摩擦力を 25mN 以上と規定する最小摩擦係数規制 25mN ルールの制定を決定したんです。 25mN、摩擦が少なすぎるツルツルラバーはダメだよという基準を作ったわけですね。そうです。当時一般的なラバー審査には摩擦力を精密測定する基準がなかったため、 ITTF は世界中のメーカーからサンプルを強制回収し、特殊な摩擦力測定器で異例の実測特別検査を行いました。そして2008年4月、基準値の 25mN に満たないと判定された39種類の低摩擦粒高ラバーが発表されたんです。39種類も。バンブーカールやスーパーブロックもそこに含まれていたんですか？もちろんです。そして2008年7月1日もってこれらのラバーは公認リストから抹消され全面使用禁止となりました。この2008年7月1日という境にして正規メーカーが摩擦ゼロのアンチ粒高ラバーを生産販売することは国際ルール上完全に不可能となったんです。なるほど。2008年7月1日以降、本物のアンチ粒高は力士から姿を消したわけですね。じゃあ今現場で使われているツルツルして硬い粒高は何なんですか？それこそがもう一つの存在である固化粒高ラバーなんです。ついに来ましたね、固化粒高。これは一体どうやって作られているんですか？固化粒高は市販されている通常の公認粒高ラバー、主に OX や極薄スポンジ付きに対して、個人や非正規の違法ショップが化学薬品や物理処理を後加工で施し、粒のゴム自体を硬化固定化させた不正用具です。後から薬品で固めちゃうんですか？具体的な手法としてはどういうものがあるんですか？主な手法は以下の通りです。化学的硬化塗布、UV 硬化樹脂、エポキシ系接着剤、アクリル系コート剤、シアノカリオネット、瞬間接着剤、固化スプレーなどを粒の表面や根元に塗って固める。熱的物理的処理、高熱のヒートガンや特殊な加熱環境でゴムの分子構造、過強構造を熱変性させて固める。瞬間接着剤やヒートガン、そんなのでラバーを固めちゃうなんてもはや工作じゃないですか。ここからさらに固化粒高がどのように市場に入り込んでいるのか、そのディープな実態に迫っていきましょう。お願いします。海外では実際にどうやって流通しているんですか？ユータと僕を破った謎ラバーの正体、固化蝶々という違反用具についてというウェブレポートで克明に告発されているんですが、中国を中心とする海外の用具市場ではこの固化蝶々が半ば公然とまるで一つの正規製品カテゴリーであるかのように流通してしまっているんです。半ば公然と裏取引とかではなくオープンに売られているということですか？そうなんです。例えば銀河陰影製品のヤングシリーズ、具体的には ITTF 承認番号 49-016、49-017、49-018といった製品がベースに使われている事例が多いんです。業者はこれらの公認ラバーを仕入れた後、固化加工を施して、なんとパッケージ自体に最初から固化とはっきり明記して販売しているケースすらあるんですよ。パッケージに固化ってプリントされちゃってるんですか？ベースは ITTF 公認の製品なのに勝手に改造して固化版として売ってるってことですよね。その通りです。しかも販売時の説明文が本当にひどくて、このラバーを使えば球の出方がより快意になる、相手の回転を完全に殺し、ボールがネット際で低く不規則に沈み込み、前に進まないことで対戦相手の意表をつくことができるといったように、不正な変化性能を堂々とセールスポイントにしてアピールしているんです。怪異の変化が出ますって、性能を意図的に歪めていることを自慢して売っているわけですね。ベースには公認マークがついているから、買う側や使う側も元が公認品だから大丈夫と勘違いしたり悪用したりしやすいということですか？まさにその通りです。ベース製品の ITTF マークを免罪符や偽造用の隠れ蓑として利用しながら、中身は完全にルール違反の性能変化ラバーに化けさせて流通させている。これが現代の固化粒高を取り巻く根深い不当流通の実態なんです。三崎さん、ここでルールについて徹底的に検証したいです。固化流高を使っている選手が
ベースは ITTF 公認品で刻印もあるし、粒の高さや太さも規定範囲内なんだから違反じゃないって主張してきたら、ルール上でどう論破できるんですか？それはもう ITTF および JTTA の競技規則の条文構造を見れば 100% 言い逃れのできない完全な失格対象の違法用具であると証明できます。おーっと、ぜひその具体的な数値基準と条文の仕組みを教えてください。はい。まず審判員が大会で最初に見る形式的な寸法規定から確認しましょう。粒の密度1センチ平方センチメートルあたり10個から30個、ベース製品依存でクリア。粒の高さ1ミリから2ミリ、ベース製品依存でクリア。アスペクト比高さ割る直径 0.89 超え 1.1 以下、ベース製品依存でクリア。ラバー層層サンドイッチ4ミリ以下、OX2 ミリ以下、ベース製品依存でクリア。ラーク承認刻印 ITTF マーク及び承認番号、岐阜にそのまま残存。なるほど。寸法や刻印などの表面的な見た目だけで言えば、元が公認品だから全部チェックをすり抜けてしまうんですね。その通りです。だからこそ改造業者や不正ユーザーは形式上クリアしていると強弁するわけです。しかし ITTF 規則にはこれらの寸法規定とは別に絶対に動かせない根本原則が存在します。それが性能改変禁止規定です。性能改変禁止規定。この条文にはラバーは認可された状態のまま使用しなければならない、無許可の物理的科学的処理あるいはその他の手段によって性能を変更してはならないと明確に規定されています。認可された状態のまま、後から接着剤を塗ったりヒートガンで炙ったりして固化させる行為そのものがこの規定に 100% ダイレクトに抵触するわけですね。まさにその通りです。寸法がどれだけ規定内であろうと承認刻印が残っていようと、無許可の科学的物理的後加工を施した時点でそのラバーは規則上完全な不正改造品となり、試合での使用は即座に失格対象となるんです。それだけ明確なルール違反なのに、なぜ実際のローカル大会やオープン大会で枯渇部高が野放しになってしまうことがあるんですか？それは卓球界が抱える現場での検証不可能性という極めて深刻な構造的欠陥があるからなんです。現場での検証ができない。ラバーの表面が薬剤や熱で固化、低摩擦化されているかを科学的に立証するには、精密な摩擦力測定器 MNN テスターやゴムコード計が必要です。でも一般の市町村大会やローカルオープン大会の現場にそんな数十万円から数百万円もする高額な検査機器が配置されることは絶対にありませんよね。ありませんね。審判員さんもボランティアや選手同士の相互審判が多いですし、目視や指で触るくらいしかできないのが現実です。そうなんです。だから相手がこれはただの古い粒高です、そういう打球感のラバーですと言い張ると、現場で即座に違反だと断定して没収や失格にする決定打が持てないんです。そして検事さん、この構造何かにそっくりだと思いませんか？もしかしてかつて水谷隼氏が命がけで世界に向けて発信し告発した補助剤ブースター問題ですか？その通りです。まさにブースターと不問題と完全に同一の構造なんです。2008年9月以降、ラバーの弾みを不正に高めるブースター補助剤の塗布は規則で全面禁止されました。しかし当時の ITTF が大会現場で使用していた検査機器 RAA 機器は揮発性有機溶剤 VOC しか検出できず、油分などの非揮発性ブースターを検出できなかったんです。ルールでは塗っちゃダメと書いてあるのに、大会会場の検査機ではバレないからみんな裏で塗り続けていたというあの暗黒の時代ですね。はい。現在でも国際大会のトップレベルでは試合直後のラバー剥離分解検査や厚さ検査が行われていますが、アマチュアの草の根現場にはそんな検定インフラは一切届いていません。制度上のルールと現場での検定能力の間に存在するこの巨大なギャップこそが、枯渇部高という違法用具を延命させてしまっている最大の要因なんです。ここまでの解説で問題の深さがすごくよくわかりました。ここからはメーカー製のアンチ粒高と違法な枯渇部高の違いを視聴者様が絶対に間違えないように多角的な視点から徹底的に比較していきましょう。はい。まず一つ目の比較軸として製造主体、加工プロセスと法的格付け、ルール上の位置づけについて整理してみましょう。お願いします。2つの違いを整理すると以下のようになります。アンチ粒高ラバー、メーカー製低摩擦粒高、製造主体 TSP、現ビクタスやドクターノイバーはジューラなどの正規メーカー、加工プロセス、工場ラインでの製造段階において粒の頭部に特殊アンチコーティングを塗布、法的格付け、2008年6月30日までは公式認可された合法品、現在は 25mN ルールによりラークから抹消された使用が禁止されている過去の歴史的用具、枯渇部高ラバー、コカチャンジャオ、製造主体、個人ユーザー、
非正規の違法加工ショップ、海外用車、加工プロセス、市販の通常公認ラバーに対し UV 樹脂、接着剤、ヒートガンなどで無許可の高加工、法的格付け、ITTF、JTTF の性能改変禁止規定に直接抵触する現在進行形に存在する完全な違法改造用具。なるほど。かつて正規に作られて今は禁止された歴史的遺物なのか、今市販品を不正に改造して作られている違法改造品なのか、同じツルツルでも根本的な立ち位置が180度違うわけですね。続いて2つ目の比較として、物理的力学的挙動の根幹である粒の座屈、しなりの有無と、それによって生じる打球感や打球音の違いについて深掘りしましょう。ここは実際のプレーで相手のラバーを見破るためにもめちゃくちゃ重要なポイントですね。はい。まずメーカー製アンチ粒高は、粒の表面こそ滑るコーティングがされていましたが、ゴム自体は非常に柔らかかったので、ボールが当たった瞬間に粒がぐにゃりと折れ曲がる座屈が起きました。粒が折れ曲がることで相手の強打のエネルギーを吸収できたんですよね。その通りです。だからこそ相手の強烈なドライブに対してもピタッとネット材に2バウンドで収まる最高の衝撃吸収力がありました。またゴムのしなりがあるため打球感はマイルドで、音も普通のラバーと変わらない静かな打球音でした。じゃあ一方の違法な枯渇部高はどうなんですか？枯渇部高は薬品や熱でゴムの分子構造ごとカチカチに固めているため、ボールが当たっても粒が一切倒れません。つまり座屈の抑制が起きているんです。粒が倒れないとどういう物理現象が起きるんですか？ボールが柔らかいゴムではなくプラスチックや木の突起の壁に直接激突することになります。ためだ強撃吸収が全く行われず、球離れが著しく速くなって相手の強いボールに対して弾き飛んでオーバーミスしやすくなります。そして最大の識別ポイントが打球音です。打球音、どんな音がするんですか？打球時にカンカンカンというまるでプラスチックの板や木板でボールを直接叩いたかのような異質な高音の金属的樹脂的イオンが会場中に響き渡るんです。カンカンというイオン。もし試合で相手がブロックした時にゴムの音じゃなくてカンカンってプラスチックを叩くような奇妙な音が聞こえたら、それは粒が固化されている強力な疑いのサインになるわけですね。3つ目の比較軸として、返ってくるボールのスピン反転の質や回転のないナックル球が来た時の挙動、そして自分から攻撃する時の違いについて教えてください。ここも物理的に非常に興味深い明暗がはっきりと分かれる部分です。スピン反転の質の違い、アンチ粒高、表面のスリップと粒の折れ曲がり、座屈が融合するため球持ちがあり、重くてブレるような変化に富んだ規則的なカットボールになる。枯渇粒高、硬い粒の先端での機械的なスリップのみなので弾道が直線的で、変化の質としては読みやすい素直な反転球になる。へえ、枯渇部高の方が直線的で素直なんですね。じゃあ回転のないナックル球、無回転球が来た時はどうなるんですか？ここが枯渇部高の最大の弱点であり、物理的破綻ポイントなんです。卓球王国ウェブのゴリラシダレポートなどの異質用具レビューでも言及されていますが、枯渇部高は粒が一切引っかからず、しかも倒れないため、ナックル球に対してボールが引っかからずに下に滑り落ちる滑走現象が起きます。あるいは面を少し開くと衝撃を吸収できずにあらぬ方向へ爆飛びしてしまうんです。爆飛び、自分のコントロールが全く効かなくなっちゃうんだ。そうなんです。メーカー製のアンチ粒高なら粒がしなってボールを包み込むため、ナックル球に対して最低限の面合わせでコントロールできました。しかし枯渇部高はナックルが来ると滑り落ちるか爆飛びする2択になります。さらに面が固定されてブレやすいため、自分からプッシュや打撃で攻撃を仕掛けることも著しく困難という致命的な構造的弱点を抱えているんですよ。美咲さん、ここまで比較するとメーカー製のアンチ粒高と違法な枯渇部高って物理的にも打球音も得意苦手な球も全くの別物じゃないですか。まさに別物なんです。なのになぜ日本の卓球現場ではどちらもアンチ粒高と呼ばれて混同され続けているのか、その真相構造を解き明かしていきましょう。背景には大きく分けて3つの理由が存在します。ぜひ教えてください。1つ目の理由は何ですか？1つ目は歴史的知名度の残存と記憶の固着です。2008年以前、TSP のバンブーカールやドクターノイバウアのスーパーブロックは卓球雑誌や専門店のカタログでアンチ粒高、摩擦ゼロ粒高として大々的に特集され、卓球界に空前の大ブームを巻き起こしました。ベテラン選手や指導者の方々にとっては鮮烈なアハ体験だったわけですね。そうなんです。相手のドライブに当てるだけで猛烈な下回転に裏返るツルツルした粒高イコールアンチ粒高という強力な記憶と原体験が当時のプレイヤーの頭に深く刻み込まれました。そして2008年に本物が禁止されて市場から姿を消した後も言葉だけが現場に残り続け、近年入ってきた違法な枯渇部高に対してそのままその言葉が流用されてしまったんです。
なるほど。言葉だけが一人歩きして残っちゃったんですね。では、2つ目と3つ目の理由は何ですか？ 2つ目は、対戦者視点における機能主義的同一性です。対戦相手のコートに立つ選手からすれば、相手のラバーが昔のアンチ粒高だろうが、今の小粒高だろうが、ドライブを打つと猛烈なカットで返ってくる、当たると球が滑ったり変な止まり方をするという対戦上の体験、機能的影響はすごく似ていますよね。打たされる側からしたら、どっちもドライブをかけたら猛烈な下回転で返してくる滑る粒高ですからね。相手のラバーアンチ粒高だよって口頭で言っちゃう気持ちもわかります。ですよね。そして3つ目が、用具リテラシーの非対称性と検定インフラの不在です。一般のアマチュア選手や大会の審判員は、25メガニュートンルールの歴史的背景や性能改変禁止規定の詳しい条文まで把握していないことがほとんどです。表面がツルツルした粒高を見たときに、それが2008年以前の合法ラバーの残存なのか、それとも現代の違法改造品なのかを見抜く知識も、現場で検査する機材もない。だから全部まとめてアンチ粒高という大雑把な分類に収束してしまうわけですね。でも美咲さん、単に言葉の呼び方が混ざってるだけなら別にいいんじゃないのって思う人もいるかもしれないですが、これって具体的に現場でどんな問題を引き起こしているんですか？これが本当に深刻で、卓球という競技の公正さや道徳面において3つの大きな問題を引き起こしているんです。不正用具、小粒高の免罪符化と自己正当化。小粒高は完全な違反用具、不正改造品なのに、アンチ粒高という言葉が一般化しているせいで、使っている本人が自分はアンチ粒高という戦術のラバーを使っているだけだと勘違いし、罪悪感なくルール違反を自己正当化してしまうモラルハザードが生じている。合法用具、裏ソフト形状のアンチラバーとユーザーへの風評被害。現在、ドクターノイバワーやジュイックなどから合法的に販売されている裏ソフト形状の滑り系アンチラバー ABS などを使っている選手が、知識の乏しい対戦相手から、お前のラバー不正なアンチ粒高、小粒高だろと間違われて不当な抗議を受けたり嫌がらせをされるトラブルが多発している。現場におけるルール教育の形骸化。指導者やベテラン選手が若い選手に、あのラバーはアンチ粒高という種類だからドライブを打つなと誤って教えることで、アンチ粒高という公認カテゴリーが今も存在するという誤った用具認識が世代を超えて再生産されてしまう。うわぁ、ルールを守って合法なアンチラバーを使ってる人が疑われたり、違法改造してる人がアンチ粒高だからセーフって開き直ったり、めちゃくちゃ現場が混乱して健全な競技環境が脅かされているじゃないですか。さあ、ここまでアンチ粒高と小粒高について徹底的に解説してきましたが、最後にもう一度2つの決定的な違いを整理しましょう。はい、視聴者様もしっかり頭に入れておきたいポイントですね。アンチ粒高ラバー、メーカー製低摩擦粒高。2008年以前に正規メーカー TSP やドクターノウーバワーが作った公認品。粒が柔らかくしなるため衝撃吸収力が高くピタッと止まる。打球音もマイルド。25ミリニュートンルールにより現在は公認取り消し使用禁止となっている過去の歴史的用具。小粒高ラバーは小超硬。市販の粒高に薬品や熱で後加工して粒を硬化させた用具。粒が硬くて倒れないため衝撃吸収がなく球離れが早くカンカンと高高いイオンがする。ITTF、JTTF の性能改変禁止規定に直接抵触する。現在進行形の明確な違法改造品。歴史的な公認ラバーだったアンチ粒高と現代の違法改造品である小粒高。名前は似て非なるものというか根本的に全くの別物ですね。その通りです。日本の卓球現場で両者がアンチ粒高と混同されている実態は、過去の強烈な記憶、対戦時の急性の類似、そして現場の検査体制の欠如が生んだ大きな弊害なんです。卓球という競技の公平性や透明性、そして健全な戦術の発展を守るためには、僕たちプレイヤー一人一人が正しい知識を持つことが本当に大切ですね。はい。指導者、大会主催者、審判員、そしてプレイヤー全員が、かつて存在したアンチ粒高と現在潜伏する違法な小粒高の違いを正確に理解し、違法用具を曖昧な俗称で確認させない厳格な用具リテラシーを広めていくことが極めて重要です。正しい知識を持ってフェアで楽しい卓球をみんなで作っていきたいですね。美咲さん、今日は本当に勉強になりました。こちらこそ、視聴者様の用具に対する疑問が少しでも解消されたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。